はい、柳さんお疲れ様です。今週もですね、はい、柳川チャンネル始めます。柳川チャンネルはですね、なんと3周年目を迎えました。あ、そう。はい。じゃあおしまいで約束の3周年だ。チャンネル登録者数がですね、8万8000人ということで今。これは、そうですね、最初に、まあ、柳川さんは関係なかったですけど、始めたこちら側のですと、やっぱり10万っていうのは目標にっていうことで。3年で8万8000とかわかんないけど、もう10万なんかいかねえよ。生きてないよ。いや、まだ大丈夫で、その話をちょうどして、そこが本当に見えてきたなっていうところで、すごいなって、ちょっと個人的にはこれ聞いた時にびっくりしてますけど、3年やってますからね、もう3年目。うん。ひどいな。3年ただ働きさせられてな。いや、そんなことない。今週なんか見本だとやっぱり国枝先生のニュースはちょっと驚きましたけれど。そのうちやめんだろ。飽きてって疲れて。5月ぐらいから馬乗り始めるとかっていう。そうですね、もう自分が担当している馬がもう武豊ジョッキーが乗るってことが決まって、ちょっと当日は人が集まりそうですけど。その馬の仕様知ってっから言っとくよ。だったら多分本人知ってるかどうかわかんないけど、そしたら勤務員変えてくれっていうかもわかんないしな。それも寂しいですね。馬いなくなっちゃいますね。もうなんかうちのデイリースポーツなんかでも記事ではもうバンバン載せてて、なんか馬を引いてたり、その後小島茂先生と二人で立ち話してる姿の写真とかが載ってたりで、まあちょっとしばらくやっぱりこれ日本では、まあネタとしてはしばらく。もう飽きたけどな。もう旬は切れるから。終わったら旬切れちゃうんだよ。さて、じゃあ今週はですね、まあ、桜花賞ですね。まずは桜花賞ですけど、いよいよクラシックということですけれど。まあ、メンバーですね。今年、まあメンバーいつも通りですけども、関東馬が大体関西に入って調整するという、まあこのパターン、大体国枝先生が一番最初に作った流れです。藤沢さんが。そうですね、藤沢さん。結構でもまあ、行くのは大体勝負服が決まってるじゃん。牧場とか。まあそういうところが行くだけで、個人で行くっていうことはないしな。まあ。この感じに流れができてきたって感じで。まあ今年のまあメンバーを見て、まず、どうですかね。いや、まあ、揃って、いや、何だっけあれがいなくなったぐらい体制が。そうですね、体制。あれ面白かったのにな。あとはまあ出てきたっちゅうところで。そんなにね、その人気になると上位組が飛び抜けてるわけじゃないけど、それ以下っていうのがちょっと差があるんでね。まあ、すっとんきょうな馬券になるかって言ったら、まあ、ひょっとして変なのが3ぐらいに、変なのって言い方おかしいけど、来ても驚きはしないけどな。もうなんとなく。みんな新聞社が印付ける白三角のケツっぺたぐらいまでが3連に入るぐらいで、重たい印付けたのが上位っていうところで、そんな感じで組み合わせ次第で、まあの配当が出るっていうところじゃないのかなっていう気がするけどな。そうですね。ちょっとじゃあ、重たい印がつくかなっていうのをちょっと振りますので。で、まずはですね、じゃあ、ドリームコア。ドリームコアな。これは前回終わった後、一回フォーク出してすぐそれで、リットン入って、使った後の姿は見てないけど、ルメールがこっちを選択、リリー・ジョアだったっけこれと最後まであれして、こっちを選択したんだけど。この馬はね、まず、一瞬の爆発力はあるけれど、足が続かない。距離はマイルだからいいけど、それ以上はまずほぼ良くないかもしれない。と同時に、右回りのよりも左回りの方がいい。走り方が、やっぱりバランスが悪いから、さっき言った、一瞬の足は能力で、ポンと、おっかちゃんの血があるかどうか、
置いといて、その、5を出した時の100メートル、200メートルっていうのは、やっぱりこの中では飛び抜けてるけど、それを最後まで使い切れるかどうかっていうのはペース次第だと思う。でスローで直線中ほど、直線過ぎ、4コーナー回ってからの用意どんなら、チャンスは濃厚。タフな流れで結構みんながペースアップ、早めのペースアップで、っていうのは直線は伸びきれないで止まってしまうっていうのが俺の見解。かなり左右のバランスがしっかりしてないっていうか、そういう形の馬であって、強さとその危険な面と、そのレースによっては出てきちゃう可能性がある。で、今回がどういう流れになるのかっていうのは、まあ、ちょっと見極めらんないんで、スローで、まあ、前に、ある程度前目にいてのさっき言った直線でのゴーサインだったら、いいけど、っていうところで、さあ、どっちになるでしょう。それ以上はわかりません。右回りがやっぱりちょっと。いや、走りのバランスから言えば、右手前は本当はいいんだけれど、直線で左手前に変えて、最後もう一回右手前に変えることができ、最後まで左手前で走ってるようだったら、危ない。っていうところで、これは走り方がそういう風な、みんな見てくれればいいやって感じで。説明はもうここまでだけど、危険な因子を含んでるっちゅうかな。流れ次第でよっては強いけれど、今後もそこは治んないと思う。これは持って生まれたものだと思う。だから今後もね、そういう風な成績になるし、まあちょっと嫌なこと言えば、その心配っていうかな。まあまあ、こうでしょうか。まあそういうところがあるんでね、絶対的な、本命っていうわけでも、多分一番、まあ、上位人気は上位人気なんだろうけどね。そうですね。まあ、だから今回は、ペースがちょっとタイトになると思えば、あんまり、とは思ってるけどな。あんまりじゃあ、今の話聞くとあんまりそこまで信用はしてないというか。だから例えば、東京なんかで8頭ずつが10頭ずつスローになるような競馬って多いだろ、はい、そういう時だったら安心できるんだけれど、結構条件がつくなっていう風な、今後とも、おそらくまた今後ともそうだと思う。あくまでも俺の見立てです。まあ、距離はやっぱりマイラー長いとかダメ。ダメですかね。じゃあ、この先例えば、オークスとかそういう。多分そうはいかないですかね、もし。勝手に決めてるけどな、使わねえだろうなって勝手に思っちゃってるけど。距離は大きいですけど、ちょっと、右回りにということで。まあ、右回りでもさっき言ったそのスローで、だと、これは、俺の勝手な思ってるイメージっていうか、そうだなとは思ってるけどね。まずそうでしょう。じゃあ、続きまして、スターアニス。スターアニスは、完成度という点では、ここではもう、まあ、一枚抜けてるっていうか、完成度でね。で、レース運びも結構上手だしね。まあまあ、上位争いっていうことはまずは、まあ人気も上位なんだけど、上位で競馬になることはほぼ確定だと思うな。まあ、崩れなそうですけれど。競馬上手だし、完成度は高い。この中では。と思って、桜花賞までは、意外と、あれにちょっと体型とか肉質、見た目の肉質、普段ほら見てないからなというの、普段、写真とかなんかで見てると、昔、関西馬で、オルフェーブルの子で石潮が乗っかった馬がいたんだよな。結構、オークスでも来たのかな、桜花賞でも結構小馬になっても頑張った馬が、もう10年ぐらい前なのかな、石橋潮が乗って関西馬で。
オルフェの子だっていうような気がしたな、オルフェでな、栗毛の。昔、オークスも頑張ってあんまり距離がいいとこはねえんじゃねえかなと思って。あれにちょっと似てるんでな。あれ系かなっていう気がしてんだけど。なんか、牝馬で年いっても結構頑張った馬がいてよ。エリザベス女王杯とか勝ってんじゃないかな。エリザベス。なんか、そんなのがいてる気がすんな。頑張ったんじゃない頑張った。勝負服は忘れちゃったけど、サンデーだったか、社大だったか、オルフェの子だよな、あれ。確か。場名の頭文字も出てこねえや。石州だってね、気がするな、関西馬で。ラッキーライラック。ああ、そう、ラッキーライラックって関西馬？関西馬ですね。間厩舎みたいな名前だけど。石州が乗ってたのがラッキーライラックですね。オルフェ？父はオルフェですね。あ、じゃあそうだ。ラッキーライラックって言ったらなんか、相沢厩舎みたいな名前で、なんかそれ感じ。栗毛の、ちょっと、そうごっつめの。あれ、よりも、あれにちょっとイメージがダブらしちゃったんだけど、今現在の完成度では高くて、性格も、まともっぽいから、上位に来んじゃない？だから馬券の軸としては、一番の安定感っていうのがあるのかもしれない。3年だったらほぼ来てくれるんじゃないかなって気がするけどな。そういうとこだな。印としてやっぱり上位。上位は上位だね。続きましてはどうですか？アランカール。アランカールはね、これはね、この馬はやっぱり中間ずっと見ていたいんだよなっていうか、やっぱね、この馬が一番能力あると思うんだよ。だけど、この間のやっぱり体つきはやっぱ遅れてるもんな。前から言ってんだけど、今回の姿見てからオークスまた考えなくちゃいけないなと思ってるけど、この馬に関しては。やっぱりまだ他の馬が高校生、大学生って言ったらまだ中学生な感じするんだけどな。本当に素材はすごいいいと思う。もう常に思ってんだけど、ざっくり言って、体が減ってないってことが最低の条件。ずっと細いんだけど、細くても、俺女馬の細いのは、火花巻いちゃってっから、この馬の場合は、確実に細いんだよ。飯食ってね、体つきに、競馬の時はね、そういう風に見えちゃうんで、本当に実際競馬の時、そういう風な精神状態なのか、飯食えないで、これは俺もうわかんないけど、これ普段からトレセンで見てるあれだったら比較つくんだけど、見えてないっていうのがあれなんだよね。だから今回、本当に、そんなにでかくなんなくてもいいけど、400、40、50になってくれれば、気持ちは本命の一等なんだけど、これね、正直見てねえからな。良くなってるのか。良くなってるっていうか、体調は悪くないと思うんで、ずっと。体調じゃなく、体が本当に、ちゃんとして、160キロの球投げられるかどうか、今のところ150キロ、野球で言っちゃうと、本当160投げられる馬なんだけど、150に止まっちゃってるっていうところで、それがいつになるかっていうところでな。なんていうね、本当に見て変化があるんだったらチャンスはあるけど、この間と、これが問題でね、クレ使って、で、この間からが変わってなかったんだよ。で、やっぱりな、この時期どうなるのか、暖かくなって2桁マイナスっていう馬もたくさん競馬場では出てきてるし、もう絞れるとこはないよ。だからもう本当に体重が減ってたら、やっぱり馬券は買いたくないな。そういうところでなんとも言えないけど、多分この馬が一番強くなるとは思う。このじゃあ強くなる頂点がもしかしたらオークスなのか。いや、今回、俺の感覚で、今回が前回と同じだったらオークスはもうやめる。今回本命にしてもね。で、もう秋、どうせこの馬はもし今回走ってオークス使うとしてもね、オークス使ったらやっぱりずっと休ませるようにするし、
ひょっとしたらもうオークスやめちゃうっていう可能性はないこともない。もしダメだったら俺はもうそのまま放牧出して、個人的にもう秋以降に備えてほしいっていうのが個人的な意見だけどね。もう随分膨らまして、ちょうど6月になって青草ブンブン食わして、栄養素じゃなくて青草ミネラルの方、自然のやつをバンバン食わし込んでっていう気がするんだけれど、まあ俺の馬じゃないからまああれだけど、まあアランカリってそうだ。だから要するにこの馬に関しては潜在能力は一番だと思うけれど、当日までは、でもどうしても本命にしたい馬なんでな、っていうところはある。ポテンシャルが、まあそれを割り見てポテンシャルの高さってことですよね。まあ体が、まあ約30キロ台だったらっていう感じですかね。うるさいのはね、多分みんなよくパドック解説者がちょっとうるさいですよ。オッケー、全然うるさくね。この馬はそういう馬なんだよ。うるさいわけじゃねえんだよ。パドックで遊びたがってんだよ。だからまあ全然、足は絶対あるからね。だと思います。可能性はあるかないか。じゃあ続きまして、ギャラボーグいきましょうか。ギャラボーグ、この間初めての左回りだったのか。ひどかったな。まっすぐずっとうちに持たれて、ジョッキーもかわいそうにっていう感じしたけど。まあ今回右回りだし、足があるのははっきりしてっから。もう完全に前回の敗戦はやっぱり左回りがだと思うね。ずいぶんうちに触って、もううちに持たれて、一生懸命矯正してたら、はい、終了だったから。まあ全然走れる、馬的にはもう、全然そのレベル、OK の馬だからね。濃厚っていうか上位争い。OK だと思う。はい、じゃあ続きまして、行きましょう。リアダイヤモンド。まあ、マイルの速い競馬でここに入っちゃうと、まあ、落ちる。非常にね、なんていうんだろう。平均点が高い。悪くないし、いまいち、他の馬と、今言った口に比べたスケールの点で落ちるけれど、無難な馬っていうのかな。まあ、崩れないでいつも自分の力を出し切りそうな感じをするんで、正直ね、頭っていうのはないけど、まあ、3連に引っかかるかなっていうケースがある。非常に、まあ、オール80点っていう何をとっても、馬も感じも80点、競馬もそんな感じで、まあ、そんな感じですな。サートルナリアの子なんですけれど、サートルの子って特徴ってどうですかね。サートルナリアね、これようやく分かってきたっていうか、これはサートルナリアいい子っていうのも、ニュージーランドでもあれ出てくるだろ、辻のところ2連勝の元口に、これサートルがね、それとやっぱり辻厩舎の短距離使ったあの時、2、3週前重賞で、ルメールが乗っかって、前、踏んどまって、ドボンやった中山の、あれもサートルなんだけど、で、先週の翔平ですね。あれ見てね、俺、あれ見て、太いんじゃ、体が上下に厚くなって、要するに、馬体の幅が上下に出てきて、分厚くなってきて、これやっぱり、それでも、個人的には勝手な確信だけど、翔平は、この間は俺はやっぱり最終的には距離短いのがいいな。だからこの後全然わかんないけど、NHK マイルとかの方だったら、NHK マイルで使えねえか。安田記念か。あっちの方だったら、改めてみようかなって気するけど、普通の2000ぐらいだったらもう、なかなかっていう競馬の流れしてる。サートルナーリはね、カナロアの方がいいな。やっぱカナロアの子で、サートルは馬がちょっと違ったんだけど、勝手に俺が自分で覚醒入れに決めちゃってるけど、スプリントからマイルが一番合ってるな。
馬がだんだんそんな風な馬になってきつつある。最初からじゃなく、半年経って1年経って、そういう馬が出世するんじゃないかなっていうふうに思ってる。完成も早いようなイメージなんですけど。後でそのニュージーランドの時それを言おうかと思ってたんだけど、変わってきてるのが走ってきてる。だから結構ね、途中変わるなって見て。翔平はあれ太いわけじゃなく、あれ多分進化、変化してるんで、体つきに。最初はああいう風なちょっとシャープな、見た目綺麗な馬がいいのかなと思ってたけど、サートル。だけど違うな。おそらく本物はそっちじゃないなっていうのが、この間で、ほぼ自分的には決めつけた。サートル選ぶときにはそういう風な馬を選んで、2000ぐらいとか1008とか2000とかっていうのでもまあ当然出るけど、そういう風な馬作ってるから。でも本当の大物はっていうか、本物はそっちじゃねえなっていう気に勝手になってる。そんなとこで、レアダイヤモンドは悪いわけじゃないけど、まあまあ、正直なところはちょっときついなってところはある。馬場両馬場では多分時計が早い。多分そうだと思いますね。雨の予報が。ない。金曜日、明日結構、金曜日はあっちこっちで台風みたいな、とかなんとかって天気予報の、で言ってるけど、先週と一緒でね、その後土曜日ピーカーになって日曜日も晴れるっつうんだから、まあ多少うち痛むだろうけど、まあ関係ないな、阪神なら。と思ってる。傷んでるという話で時計早いの出てっから。そういうことでね。まあ、そんなとこだ、これまでにしては。あんまり、重たくは、印はない。続きましては、フェスティバルヒル行きましょうか。どうですか、フェスティバルヒル。これね、休み明けだろ？はい。で、この馬も、まあ、ずっと見てないからな、言えないけど、去年までだったら子供すぎて、それで走ってるから、変化があれば楽しみだけど、やっぱり、姿もそうだったし、雰囲気ね、もう子供すぎたから、それで走ってたから、意外と素材はしっかりしてるんだろうけど、変わってなかったらダメだな。仕上がりは早そうなんだけどな、イメージでは。自分的には、まあ3年で抑えるかどうか、今のところは、そのくらい。これもやっぱり、当日は見てから決める予定だけど、そんなにガラッツリ変わるイメージがないんで、もしがっつり変わってたら、変わって大人びてきてたら、将来、相当のマイルの牝馬で活躍できるなっていうところはある。まあ、体重がやっぱりちょっと増えてた方がいいんですかね。でかくなるキャパはあるよ。もう去年からのあれだと。まだ何にも体のサイズ感もなくて、背もあれだったし、どんなに変わってるかっていうのを見たいけどね。まあ、どうだろうな。っていうのは、故障して休ましてたからな。どこまで行ってんのか。まあまあ、個人的に白三角があって、どうのこうのっちゅうぐらいな感じ。多分素材は足りちゃうけど、今回に関してはね。まあ見てみたいっていうのが本音だ。見てみてそこでちょっとやっぱり馬券買おうっていうなるかどうか。全然ありますね。そうなるかどうか。そうですね。ちょっとこう当日の気配がってことですね。見てみたいですね。はい、続きまして、リリー・ジョア。1000円強い勝利。2戦目ダイヤモンドノットを詰め寄られたけど全く買わせる気配がなかったしな。まだマイル。距離はやっぱり不安。マイルもこなせるかどうかだけど、まあこなしたところでギリはギリ。それと坂が経験ないっていうの点。で、どういう競馬なんだろうな。俺の中では絶対に抑えると思ってんだけど、
抑えが最後まで効くかどうか、途中からやっぱり行っちゃうのかどうか。鼻から逃げるとは、まあ思わないね。一回火ついたら止まんないから。それを火ついてもルメールは途中からでも、デビュー戦の浜中の時もスタートからしてうまく乗っかっていく。途中からやっぱり火吹いたけど、で、ルメールは火吹いても、ルメールもやっぱり途中からこのままはスイッチが入ってグーンっていった時に喧嘩しないで、ある程度そこから離して。ただ全体に言えたのが、花立ってからまで、そっからがそこまで速いラップでいってるわけじゃないんだよね、ペースで。で、後ろが、まあ、ごまかされたわけじゃないけど、離れちまったっていうのが、まあ離れちゃうんだよな、どうしても京都なんかの坂下りから離れていっちゃうから。まあ、本当に2番手3番手で折り合いついて、じっと我慢できてれば結構面白いなと思ってるけど、俺途中からかまして離しての逃げだったらゴール前結構厳しいなっていう気がするけど、坂があってね。どういうのか、これも競馬だけは見てみたいっていうね。正直、スケール感がね、速さで勝負するタイプっていうのかな。スケール感はいまいち落ちるんだけど、乗り方一つでは可能性があるかな。点から一番最初に戻っちゃうけど、そこまで飛び抜けてないっていうメンバーね。っていうのがやっぱりミソでね。それが何頭かいて、その下の、下のあれはちょっと差があるからっていうところで。このリー・ジョはもう本当で上位の一角には入れるレベルであるけれど、これ注文つくともう逃げてほしくないんだけどな。まあ逃げてほしくないってあって他にそんな速い馬がいるかどうか微妙なんだけど。いなかったら行っちゃうもんな、どうよ。そうですか。アイニードユーとかが2戦逃げてますけど。これロンギングが。ロンギングそこの速さがありますかね。速くはないけど、快速じゃないけど花は取れる。行こうとも花取れるから、このくらいになっちゃうのかなっていう気がするけどな。あと行くいないから、意外と遅いから、花取られちゃうのが取っちゃうのがわかんねえな、リリー上は。乗り方一つだな、わかんない。正直。レベルは全然おかしくない。レベルっていうか、展開有利なのかもしれない。で、さっき言ったこの本当にドスローになっちゃったらドリームコアまで行っちゃうけどね。スローだったら。まあ、その辺は走ってみなきゃわかんないけど、こういうのドスローはないんだろ普通に。そうですね。と思うけどね。こんな感じだ。ピリッとしないけど。ブラックチャリス。まあな、この間、距離こなしてっていうか、相手関係の問題だったと思うけどね。やっぱり1000、2000、4というイメージ。北さんの若干、もう体ががっつり溜まっちゃってデビューの時からあったけど、結構なかなか厳しいんじゃないかなって気がするんだ。名村コスモス。名村はこの間も俺の太鼓がなんかいい印なんで、嫌いじゃないんだけど、競馬も上手、折り合いもつくし、スタートも速いし、優等生だけど、速い勝負っていうか、瞬発力の勝負はやっぱ弱いな。買うんだったら3連の紐っけだけど、覚えといていいと思うよ。ちょっと時計がタフな競馬馬場になった時は出番が出てくるよっていうところで、今後のね。速い瞬発力勝負とか速い時計の競馬には、若干弱みが出てくる。のところか、ざっくり言えば。そうですね。あとなんか、気になってる。気になってるうちが3連の引っかかりだったら、I need you か Sweet Happiness かっていうところなんだと思う。I need you っていうのはこれも数使ってきてるけど、全然出来上がってない状況で、子供の、あれで体つきが全然子供なんだけど、走り方が随分しっかりしてるんで、腰が結構強い。で、こういうのが、混戦になった場合には生きてくるかもわからんから、穴が出ればこれか、スイートよりはこっちだなと思ってるけどね。
3連の穴が出ればこの馬ぐらいかな。あとはちょっと見かんないんだよな。だから今だいたい場面上げて言ったところで、まあ、頭がもしあるとアランカール、ギャラボーグ、スターアニス、ドリームコア、リリー・チョア、随分多くなったな。まあ、状況展開ですとか、そういうのもいろいろうん。加味してというところで。潜在的な能力はアランカール。現状の完成度と等々を含めればスターアニス。っていうところだと思います。まあ、はっきりとした予想の方は、まあ、またこれからなので、いや、まあ、ある程度順番付けになってくると思いますけど、まあ、大した、これからもやんないよ。難しい。週末は柳チャンネル。競馬予想は馬三郎。ニュージーランドか。じゃあニュージーランド行きましょうか。これはもう、はっきりしたな。はっきりしましたが。1着ロデオドライブ、2着ゴーラッキーで書いて3連単で3着を何頭かにしましょうかっていう競馬で3、4頭選べばいいのかなっていうところであんまり興味がなくなったけど、さっきサートルナリ言ったけど、ロデオドライブ。はい。これデビュー戦の時に、まあとてもじゃないけど、能力で勝ってもいいけど、競馬の形がどうなのかだったら、まあ、小学校2年生ぐらいで勝っちゃってる感じだ。だからこの間休まして、どんだけかなと思って、確かに調教、結構動きが全然変わってきたんだよね。この間の時にも。でもまあ、いきなり小学校から中学3年ぐらいにはならねえだろう、高校1年ぐらいはならねえだろうと思ってたら、一気にそこまで行ってて、この何ヶ月間の休みでて、ここまで行くのかっていうぐらいに、馬がすんごく変わってきたんでね、これは本当に、厚みが出て、がっつり変わって、将来間違いなく、っていう風に。もう競馬の走りも良かったしな、競馬っぷりも中身も、時計も上質だし、で、さらに良くなって、良くなってるっていうか、良くなってるって言い方おかしいな。さらにパワーがついてる体つきになってるんじゃないかなっていうのは想像できそうなんでね、できるんでね。ゴーラッキも非常に体調良くて、シャープな馬なんだけど、スケール感では、一歩二歩、三歩を取るな。僕は入ってくる余地がないんだよな。内枠有利とか、その先行が、まあ有利なのか、っていう風な、若干他の要素で決着がつくような競馬中山だから5回に2回3回はあるんでね。それでも、この1、2着っていうのは、まあ1番人気2番人気だから、個人的に買おうとはほぼ思わないけれど、でも頭を固定でっていう。でももう買う気が、まあもし俺が買うんだったら馬単一手しか買わないけれど、まあそれでも配当つかねえだろうからなっていうところがあって、フルゲートだしな、フルになったとしても、まあそんなに馬券の魅力があるわけじゃない。レースは見たい。これをレースは見たい。どんな競馬になるのか。3着争いでまずあいおい順で行って、ジーネキング。これコントレールで、ここで変わんなかったらもうない。しかも逃げちゃダメっていう俺から条件。逃げちゃダメ。抑えてどこまで行くか。まあ、気がいいから前に行っちゃうんだけれど、そこを前半リラックスして前にっていうか、まあ、4、5番手のうちでいて直線でどこまで足が出るかどうかっていうのを見てみたい。たまたま札幌とかなんとかで逃げちゃっていい感じで2着食っちゃったからあれだけど、その後がその形にとらわれてんじゃねえかな。さっき言ったようにどうしてもスタート上手で性格が素直っていうかあれだから先に行けちゃうからね。これを騙すような感じで
こらえて直線に足を集中させるっていう形で、このコントレイル、もう一個復活する可能性、復活って言い方おかしいか、一皮向けて違う競馬になれば、今後はマイル路線。距離も、俺はマイルぐらいが一番いいと思ってるから。見限れないところがまだあるな。というところでね、3着争いの一応筆頭。それから次はディールメーカーって、とりあえず2つ勝ってっからな。今言って上位に比べると、その次だけど、他からすると、っていうところかな。で、これ。で、その時はヒズマスターピース。この間、ある程度逃げて恵まれたっていうところで、今回もおそらく形になるだろうから、中山コースで内枠引けて、拉致ついての逃げで、きっとそんなにブンブンと疲れなかったら、ゴール前までは我慢はするね。ゴール前までかどうか、坂上がるとこまでは我慢すると思う。その後はどうだかっていうところだけど、馬券的にはあんまりは興味がないけどな。今回奥ちゃんのとこに国枝先生から変わって、これを本人やりたかったっていう話もちょこっとあるんだけど、奥村厩舎いっぱいだから、じいさん雇う暇ねえだろうって話ね。そうですね。だから、この馬ちょっとやっぱり、ちょっと思い入れがあったからやりたかったら確かにそういう話は聞いてますけど。な。こんなところで終わんのか。レザベーションかと残りが。レザベーションでこれ結構ね、思い出した。レザベーションって悪くないんだよ。悪くない馬で、ダノンプレミアム。結構、父親に、似てないかな。ちょっと似てるところはあるんで、結構友足が、結構伸びがあるとか、俗に言うバネっていうのが、これから出てくるだろうという、少しまだ頼りないところがあるのは、細身、お尻がまだ細いんでね、でかくなって、でかくなりそうなキャパあるんでね、これも、その2頭、さっき言った本命対抗以外の中に入れば、全然競馬になるね。ということで、3年の紐は1、2、3、4頭か。だからあとはいないな。4点、1着、2着で4点、100円、400円出せば、もうちょい出して。出すことないよ。400円出せば、2000円になるかどうかで当たって、バカらしいな。全然興味がない。馬券はね、レース見る。面白そうなね。NHK に向けて。そうですね。3着までということですけど。ロデオドライブとかまた、あっさり勝たないとか、あっさり勝てようだったら、勝てるレベルだけど、勝てばやっぱり NHK で最有力候補になるだろうな。どっか、阪神も重賞があって、牝馬の重賞があるけど、結構メンバー人濃いよな。結構濃いメンバーになってるんだけど、これ当然少ないけど、買ってみたかったんだけどなと思ったけど、オッズ売れてたら買わないしな。アスコリピチェーノ。アスコリピチェーノで。これを買いたい。今週向こう行っちゃったけど、先週までの、稽古見てたら随分雰囲気いいし、体つきも悪くなかったから、で、動きも俗に悪くない、軽いし、体勢としては非常にいいんじゃねえかなと思ってたから、本当はラバンダー買おうかなと思ったけど、予想以上に人気になりそうなんでね。じゃったらアスコリでいいか、アスコリはいいかな。アスコリとラバンダー。これはちょっと勝負になるなと思ってて。結構いいと思ってるよ。久しぶりの日本で走らせてても。どこだ特に何もない後は。こんなとこです。重賞3つというところで、とりあえず私は今週は大箇所ありますので。ニュージーランドは当たりよ。はい。今日何もいいとこなかったです。はい。じゃあ、今日はここまでにしましょうか。はい。お疲れ様でした。すいません。これいただきます。
今週もご視聴いただきありがとうございました。桜花賞のジャッジいかがでしたでしょうか。そして POG ファン必見です。 POG 虎の巻2026-2027が4月13日月曜日に全国のコンビニのマルチコピー機で発売されます。ラインナップは4週間にわたって登場する全4種類。ノーザンファンの早北、空港の最新情報やデイリースポーツ馬三郎のトラックマンが厳選した厩舎情報、さらに鮮度抜群のトレセン生情報など充実の内容をお届けします。勝ち組の近道はここにあり。ぜひお買い求めください。よろしくお願いします。